皆さんこんにちは。新神戸駅ということで兵庫県へとやってきました。今回なんですけど、先日ついに医師からある宣告を受けてしまいました。かなり落ち込んでいたんですが、大好きな仲良し夫婦が旅行に連れて行ってくれたので、その様子をお届けしていきます。今回の兵庫旅行はドル旅のように予算の設定はないんですが、これだけ旅行に行っている僕が最強のプランで兵庫旅行を満喫してきましたので、ぜひ最後までご覧ください。1日目のこの日は公共交通機関のみで移動しますが、まずは新神戸駅から地下鉄でこちらへと移動してきました。ここから10分ほど歩いたところに最初の目的地があるので、まずはそちらを目指します。この辺りは繁華街の三宮も近いんですが、交通の便がすごくいいのでレンタカーを借りる必要はないと思います。ということで最初の目的地南京町へと到着しました。今がちょうどお昼前なので、ここで前から気になっているお店を中心に食べ歩きをしていきます。日本三大中華街の一つということで、雰囲気はもちろん、特に焼き小籠包のお店は皆さんも絶対に南京町で行った方がいいお店となっておりますので、要チェックです。こちらが焼き小籠包がおすすめのお店になります。外観も内装もおしゃれですが、食べる前にこうして外から作る工程を見れるのはより食欲をそそります。このように作る工程を見れるお店で僕は今まで外れたことがないんですが、皆さんはどうでしょうか。もし旅行中に迷った時にはこのようなお店を探してみるのもいいかもしれませんね。あとはやっぱり迷った時には地元の方に聞くか、行列のできているお店に行けばまず間違いないです。前に兵庫県の紹介をした時にもここ南京町へ来ましたが、その時は初めての一人旅だったので中華街へ来たにもかかわらず、この近くでコーヒーを買っただけでした。気になるお店がある中、ほとんど素通り状態で帰ってしまったので、今回こうして気になっていたお店にも寄れてゆっくりと食べ歩きできるのがすごく楽しみです。僕たちは今回こちらのビーフンと焼き小籠包を注文しました。ビールはすごく迷いましたが、夜に備えて我慢です。名物の焼き小籠包は旨味がギュッと詰まったスープにジューシーなあん、そしてカリッカリの皮が絶妙なバランスで最高に美味しかったんですが、ビーフンもびっくりするくらいめちゃくちゃ美味しくて、このお店目当てでまた南京町へ遊びに行きたい、そう思うほど美味しかったです。この後射的をしようということになり移動していたんですが、ちまきのお店を見つけたので少し立ち寄り肉ちまきを購入しました。開け慣れていないので少し苦戦しましたが、お肉も非常に大きくてすごく美味しかったです。射的場へやってきました。500円で7発撃てるということですが、5つの空き缶を狙うのに7発もいらないという100発100中の腕前で、店員さんも苦笑いしていました。そろそろいい時間になったので次の場所へと移動していきたいと思ったんですが、また気になるお店を見つけてしまったので、次はこちらへと立ち寄ってみました。こちらが神戸コロッケさんというお店になるんですが、先ほどこの通りを通った時にエビとホタテのカツというこちらの商品がすごく気になっていたので食べるか迷っていたんですが、せっかくならということで一つ購入してみました。ホタテもですがエビも
中にたっぷりと入っていて、めちゃくちゃ美味しかったです。さあ、ここ南京町で思い残すことがないぐらいお腹もいっぱいになったので、ここからは次の目的地へと移動していきたいと思います。この日は公共交通機関を利用すると先ほども言っていたので、また電車に乗って次の目的地へ向かいます。次の目的地なんですけれども、本日のメインとなります有馬温泉へと向かっています。有馬温泉も前に紹介したことがあるんですが、この日は有馬温泉にある旅館を取っているので、そちらでゆっくり過ごしたいなと思います。先ほどの南京町から電車で何回か乗り換えはするんですが、40分弱で到着できるので、公共交通機関を利用するのがおすすめです。有馬温泉駅へと到着しました。有馬温泉はこれまでの動画でも何度か紹介したことがあるんですが、今回はここ有馬温泉にある旅館を予約しております。そちらでゆっくりと温泉に入ったりするのがメインなんですが、まだチェックインまで少し時間があるので、こうして有馬温泉周辺を散策して食べ歩きをしております。まずはここ有馬温泉で有名な炭酸せんべいをいただきました。すごく美味しかったです。この後少し周辺を散策しながら、気になるお店があればそちらに寄っていこうかなと思います。その様子をご覧いただきながら、冒頭でも触れましたが、医師からある宣告をされたので、その件について少しお話をしたいと思います。医師からある宣告をされたということですが、結論から言うと、このままだとあと 2,3 年後には寝たきりで動けなくなる可能性が非常に高いという内容でした。僕自身もこれにはさすがに参ったなという感じで、今年の3月で病気になってから6年経つんですが、毎年悪化している実感はあったので、なんとなくやばいなとは思っていたんですが、こういう宣告をされるのはまだまだ先だと思っていたので、素直に言うとかなりショックです。旅する病人ということで名前の通りなんですが、僕が病気と闘いながら YouTube 活動もそうですが、普段の生活をしているというのはこれまでの動画でも話してきました。この動画から見てくださる方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明すると3つの病気があって、それぞれじんましん、頭痛、半身麻痺があります。その中の半身麻痺が年々再発頻度が高くなっていて、今は早めの治療でなんとか抑えれているんですが、治療の効果にしても副作用にしても初期の頃と比べると年齢や体力の衰えといったところから思うように治療が進まなくなっています。そのためこのままだと 2,3 年後には再発して、治療中にまた次の周期がやってきての繰り返しで完全回復するのが難しく、結果的に寝たきりになるのではないかということでした。正直なところ、昨年末から体調もあまり良くなくて、病院に通って治療しながらの生活が続いていたので、それだけでもかなりしんどかったんですが、追い打ちをかけるように今回の話があったので、まだ気持ちの整理がついていません。そんな中で今回大好きな仲良し夫婦が旅行に行こうと連れて行ってくれて、本当に嬉しかったですし、ある程度気持ちの切り替えもすることができました。この件について動画で話すか、自分の中だけで留めたまま活動するか、正直迷っていましたが、隠しても仕方ないことですし、ありがたいことにいつも心配してくださる視聴者の方もいらっしゃるので、今回
ありのままを伝えることにしました。はい、ということで内容が内容だったので暗い感じになってしまったんですけど、僕自身は切り替えて、逆に言えばあと 2,3 年あるということなので、なんとかしてやろうと思っているので大丈夫です。ここからは有馬温泉にあります月光園遊月山荘さんに宿泊してきましたので、そちらの様子をたっぷりとお届けしていきたいと思います。今回仲良し夫婦と3人で旅行へ行ってきたんですが、よくこのメンバーで居酒屋へ飲みに行ったりカラオケに行ったりします。なので今回旅館を探すにあたって美味しいご飯を食べれて、ゆっくり温泉に浸かれて、なおかつカラオケが楽しめる場所を探していました。そこで見つけたのがここ月光園遊月山荘さんでした。今映像にも映っているように旅館内はかなり広いんですが、なんと温泉施設だけとっても旅館内に男女それぞれ3カ所ずつあります。当初は有馬温泉には日帰りで楽しむことができる温泉施設がたくさんあるので、そちらで温泉を楽しんで旅館でも食後に少し温泉に入れたらいいなと思っていたんですが、旅館内にこれだけ素晴らしい温泉があったので外に出るのはやめました。3カ所それぞれ違う場所にあり、宇宙も露天風呂もあったりと、入る温泉によって違う景色が楽しめたのも非常に最高でした。中には僕の大好きなサウナがついている温泉もあったので、がっつりサウナにも入れて、温泉だけとっても言うことなし、文句のつけどころがない素晴らしい旅館でした。僕は夕食の前に温泉とサウナに入ったんですが、温泉から上がるとなんと生ビールのサービスまでついていました。サウナと合わせて2時間近く温泉に入っていたので、すっかり辺りは暗くなっていたんですが、部屋へと戻るこの道中が自然に囲まれていて本当に素敵でした。この景色を当てにお酒を飲みたいぐらいです。ということでこれから夕食をいただいていきますが、今回僕たちは夕食朝食ともにビュッフェスタイルのプランを予約しました。夕食のビュッフェなんですけれども、今早送りでお届けしておりますが、なんとこちら90種類以上並んでおります。本当に種類が豊富でどれを食べようか迷ってしまったんですが、僕は今回こちらをいただきました。どれも美味しかったんですけど、特に僕は海鮮が好きなので刺身をリピートして食べてました。中でもカツオの刺身がありまして、僕の認識が間違ってなければですけど、カツオのたたきはよく見かけるじゃないですか。カツオは鮮度が相当良くないと刺身でいただくことが確かできないので、それをビュッフェで堪能できるというのはかなりすごいと思いました。さらには好きな食材を選んで目の前でシェフが天ぷらを揚げてくださる、そんなコーナーもあって、このようにオリジナルの天丼を作ることも可能となっておりました。僕はカツオの刺身をご飯の上に乗せてオリジナルでお茶漬けを作ってみました。こういったアレンジができるのもビュッフェの楽しいところの一つですよね。ビュッフェスタイルということでかなりたくさんの種類があったので、つい調子に乗って食べ過ぎてしまいました。これから一休みしようかなということで露天風呂へ向かいたいと思います。さあこれから露天風呂に入ろうと思ったんですが、
タオルを忘れたのでやっぱり後から入ります。あの後タオルを取りに帰ったわけなんですが、なんといってもこの旅館かなり広いので、タオルを取りに帰るだけでかなり歩きました。ただゆっくりと露天風呂で一休みできたので、これからこちらのコヨーテというカラオケ屋さんでしっかり歌を歌っていきたいと思います。事前に予約をしていたんですけれども、こちらの部屋おそらく20人くらい入れる、そんな広いスペースとなっておりました。ここで早速歌を披露していきたいと思います。はい、ということで歌おうとせっかく意気込んでいたんですけれども、食後ということもあり気合が空回りしてしまいました。ただ今歌おうと思っていた優里さんのビリミリオンという曲、これ大好きな曲で絶対に歌いたいなと思いますので、また歌ってみたの方でいつかやろうと思います。楽しみに待っていてください。はい、ということで兵庫旅行1日目の様子をご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。次回投稿する2日目の様子と合わせて最強の旅行プランとなっておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただき、兵庫旅行の参考にしてください。医師から宣告された話もしましたが、前向きに頑張りますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた来週。